今回のノブレッセ YouTube チャンネルはちょっと変わった車が後ろに置いてありますけど、はい、うちのフェラーリのデモカーでデモカーってことは、エアロが一応ついてます。商品がついてるんですね、はい。そもそもこのフェラーリって何ですかね。これ458スパイダー458スパイダー、それってフェラーリでいうとどういう位置づけの。 V8 モデルだね。あ、ミッドシップの。ミッドシップの V8 モデル。あー今の現行が488ターボになったけど、うんそのターボになる前の最後の NA458。おお、458の名前の由来は 4500cc の V8。なるほど、分かりやすいですね。458。それとあと僕今気になったのは、スパイダーってことはオープンなんですか。オープンカーなの。あ、そうなんですか。オープンカーならないやつはイタリじゃあちょっとオープン見せてもらってもいいですか。ア。はい、行きますよ。じゃあ行きます。あ、後ろにエンジンついてて、はいこういう風にこうオープンになるんですよ。4じゃなくて、はいメタルトップだからサーキット走る。オープンで布のやつはロールバーが入ってないとサーキット走れない。おー、なるほど。じゃあ戻してもらいましょうか。先にオープンの紹介になっちゃいましたけど、いや商品の全然紹介いきましょうか。商品って何がついてますかね。フロントのハーフバンパー。ハーフバンパー、はい、フルバンパーっていうともう全部なんだけど、はいまあ、交換式バンパー外して交換するタイプなんだけど、ハーフバンパーっていうと、まあ、半分まではい。ハーフバンパーだからこのバンパーの半分までこうかぶあ、そういう意味でハーフってことですね。ハーフエアローっていうとまたねこのぐらいになる。うんでリップスポイラーになったらもっとちっちゃいみたいな。なんか下からつけるみたいなイメージですよね。まあ、でリップとかハーフエアローっていうのはちょっと小さくってこうハーフバンパーってなると、まあ、バンパーの半分まででこれ半分までこうかぶせた理由が、はいここのねここの部分黒にしたかったの。純正がねニコーってなってる、口がニコーってなってる。はいはい。もともとは純正が少しおとなしめっていうか、最近やっぱり458のスペチャーレだとか488もスタイリッシュになってる、そんな感じになってるんで、これもまあエアロつけることでだいぶイメージ変わるっていうような、こうリップだけよりも黒く塗り分けて、この形がもともとこういう形なのが、はいこうなのがこうなの、はいはいはい見た目雰囲気だいぶ変わるんでね。ちょっとでしかもワイドに見えるんですかね。そう結局黒い部分が増えるもんで、はいワイドにも見えるし、ん。エアロの下方向はそう延長しない。ほとんどこれ変わってないぐらい。上からかぶせてるっていう上からかぶせて、で下は純正のピン、純正のボルト使ってる。それとサイドステップ。サイドステップ。サイドステップはこれ交換式じゃなしに上からかぶせるタイプ、フロントもほぼ主に両面テープで、はいまあ、下はボルト止まってるけど、こっちも純正のボルト使って下は固定して上は両面テープ。これもかぶせてあんまりサイズアップしてるように見えないですね。そうここのねリップのこの部分がちょっとサイズは下方向はもうほぼ伸びてなくて、ここの出し具合を少し派手にした。上から見ると上から見ると、そうですね、このガンメタ塗っとる部分ね、こうなってるんですね。そうここを外出したね、ここら辺もフィンがついてる部分もかフぶさってる。ィンがついてる部分かぶさって、でもう本当申し訳ないんだけど、はいこの車をはいデザインされたデザイナーの名前がここにこうロゴ入ってる。あ、そうなんですか。そうで形変えちゃったもんだから、はいごめんなさいでその隠したんですね部分も隠して、もちろんそのロゴは取らずに上からかぶして大丈夫なようにはなってるんだけど、あとはこのこれリアルーフスポイラー、これないとツンツルテンっていうか、これ純正は何もついてないんですか。純正ね、本当ここ純正だ。じゃあちょっとなんていうんちですかね、ょっと尻下がり気持ちあ気持ち上がってこうるんですかね本当に気持ちだけど、もうこれぐらい欲しいなって。そうですよね。そう空力もなんか良さそうな。空力はねダウンフォースをこう効かせるっていうか、もともとこれって結構スピード出るじゃない。やっぱりダウンフォース効いた方が車安定するからで、こうダウンフォース効かせるような、この柄がこれあや織りっていうカーボンね。これカーボンなんですか。カーボンあ、カーボンなんですねこれ。カーボンカーボン本物のカーボンってことですね。カーボンすごくまあこだわったっていうか、まあ、うちもともとエアロ全般的にこだわって作るんだけど、特にやっぱりこの手の車ってスピードも出るから、やっぱ風圧相当だよ、そうですよね。すごいここ力かかるので、いい加減な作りだと両面テープが効き悪いとね飛んでっちゃう。飛んでっちゃわないように純正のこの部分を全部立体測定した。
でここの面をコンピューター上に出してクレイモデルでここ作るんだけど、ここの底面、接着面、ここの接着面も全部コンピューターの CAD 使って作ったのね。両面テープも2ミリの両面テープを使った時に同じ平面だと両面テープが見えるじゃない。でこれほとんど見えないよね。これ実はね、この中がへこんどるので、中へこんでその中に両面テープを、そうすることで両面テープがここからなかなかこう見えにくくなってる。これ完全にピターってくっついておると両面テープ効いてない。両面テープ効くためには多少の隙間がいるけど、なるべく両面テープが見えないように中でへこませてるのね。でそのへこましのも何ミリの両面テープを使うか、表面の純正がここにおる、で両面テープがこれだけ、これの底面はここにおる、これを全部コンピューターで設計して、でそれ作った。だからもうぴったりですね。ぴったり。へえ。これね、実はその両面テープつける前にポンと置いてもこんな感じ。物が悪いとここくっついたらこっちが上がる、こっちやったらこっち浮くみたいな、そういうような状況になりやすいんだけど、これ本当もうぴったりで、この技術が結局ピットだとかアルファだとかいろんなうち他にも出してるんだけど、そういう技術に応用、フェラーリのように暴力的な加速、そういうものに耐えれればどんな車につけても走行中に脱落するとか飛んでいくとか外れそうになるっていうことはまずないから、そこはもうすごくこだわってなるほど。作りました。パーツ的には以上ってことですよね。パーツ的には以上ですね。じゃあ、もう一回見回して見て、サイドがついて、これでもよく見たら車高低すぎないですか？かっこいいっしょ。いやかっこいいっすけど、低すぎないですか？これ純正ですか？これエアサスついてるの。エアサス、フエアサス、ェラーリに。そうかっこいいからまあかっこいいっていうのも、はい、やっぱもともと低いからね、この車。例えばそれでこう落とすとさ、はい、ほらもうこんなんやばいぐらいこの隙間がない。そうですよね。であとね、これもね、これだから例えばバーンってバウンドしたら、はい、バーンガッシャーンっていくの。みんなもうガッシャーンいって、みたいなだからエアサスだったら安心だよね。やっぱ上げて走らないと。そうですよね。ある程度。でもある程度上げて走ると、せっかくエアロつけてデモカーにしてるから、ノーマル車高っていうわけにもいかないよねで車高調いいんだけど、やっぱりどこも行けんくなるっていうのはね。そうですね。そこでエアサスってことですね。そこでエアサス。じゃあちょっとせっかくなんでエアサスアップダウンしてもらってもいいですか？リモコンなんですね。これリモコンなの。じゃあ今は全下げの状態ですかね。なんか数字出てます？そう。これですね。18とか。ちょっと今エアのタンクがもうちょっと少ないでやばめ言い出したね。そうですか。上がる。まあ上がると思う。ですか。じゃあちょっと上げてみてください。いくよ。まずフロントから。はい。すごい、めっちゃ高いじゃないですか。めっちゃ車高高いわ。これ純正より高くなってますよね。純正より高いですよね。階段は登れんけど、フェリーは乗れる。すごい、こんなのありですかっていうね。ありですかっていう。もう SUV みたいな。すごい。SUV みたくなってますよ。すごいですね。ちょっと後ろもちょっと見てみましょうか。後ろもこんな感じですよね。じゃあちょっともう一回下げてみて。やっぱかっこいいですね、低い方が。低い方がかっこいい。かっこいいですね。低い方がかっこいい。さっきタンクの空気がしてましたけど、タンクってこれもう1回ぐらいやっとったらブーって言い出してコンプレッサー回るような気がするんだけどね。そうなんですね。タンクの位置？入るスペースあるんですか、タンク。はい、オープン。入ってますね。入ってます。綺麗に。タンクも横幅小さいのとかあるんですね。これがタンクで、これがコンプレッサーだね。コンプレッサーがでかいですね。コンプレッサー。これが多分弁だと思うね。電子弁っていうやつかな。これがコンピューター。まあその代わりここのスペースがこれで狭くなったから、物は本当にね、入るスペースの容量が半分になっちゃう。そんなフェラーリをエアサスにしてエアロもつけて走りは大丈夫なのかっていう心配があるんですけど。
ちょっとしまあ、エアロは、まあ、ちょっと外れたりしないのかなっていう心配エアロはね、僕は自信ある。もうエアロはそれはもうこんだけこだわってね、サーキット走って250キロの風圧に負けたとかって言ったら立ち直れんね。ちょっとエアサスっていうのがちょっと心エアサス配ですね。はね、やっぱり乗り心地いいんですよ、実は。はいまあ、フェラーリってノーマルのサスペンション、まあ、結構やっぱ走り重視って考えて作ってるから硬いよね。で硬い足なんだけど、エアサスつけたらうんと乗り心地よくなったから。そうなんですか。でこれってやっぱりエアサスだからこう、はいクッションがね良くなったっていうことは、まあ、サーキット走っちゃうとコーナリングで攻めるとうわーってこんなんなったりこんなんなったり、そうですよね。今の動きは大げさだけどなるかもしれないから、そうですよね。ちょっと最初走る時はドキドキするな。じゃあちょっとこれから試しに行きましょうか。それしかないもんね。高速道路でテストしちゃダメ。そうですよねだからサーキットでテスト。行ってみましょうか。じゃあ行きましょう。ということでやってきましたよ。鈴鹿サーキット、僕ね、鈴鹿はすごく第二の故郷なの。16歳からここおるもん。そうなんですか。そう、16でね、僕バイク走っとったここ。レース。もともとそうそう。じゃあ鈴鹿サーキットはもうお手のもんってことですね。まあ、お手のもんそんなにお手のもんっていうそうじゃない。じゃあ今日は鈴鹿サーキットフルコースですか。フルコース、もう F1 も走る。ちなみにフェラーリ458スパイダー、うんフルコースでストレートですかね、最高何キロぐらい出るんですかね。何キロ出るの？実はこれ走ったことないんだよ。これエアサスなんだよね。だからさ、まあ基本サーキット走る車っていうよりも店車なんだけどさ、はい今日はちょっといろいろやろう、飛んでかないよとか、はいまあそういうのでね、今日来たんだけど、はい、このデモカーで走るのは初めてってことですね。じゃエアサスで走るのも初めて。じゃあ何キロ出るかちょっとまだ分かんない。予想は200は絶対出るよね。230、40この辺りじゃないかな。250ではすげえよね。直線短いから1だとね、はい280弱出るの。270キロ台出る。そうなんですね。じゃあこれからちょっと走るんですけど、これ車高今結構低いですけど、このまま走るんですかこれ。まずいよねちょっとやっぱ上げんとね。そうですね。あとエアサスって空気圧が低いと低くて、空気圧高いと高くなるじゃない、はいでサーキットだとある程度バネレートって言って、バネだとバネの強さが硬いバネと相当にしようと思うと車高上げんといかんだけど、上げるすぎるとちょっとね、まあね悪いから、まあ、そこどこがいいのかな、はいはいはい。それではエアサスでどこまで走れるのか。ね、ウィークもそうですね。両面テープだけでついてるから、それ飛んでいかないかっていうのね。じゃあそれでは実際検証行ってみましょうか。行きましょうか。まずね、コース紹介します。これまず1コーナー。1コーナー結構スピードが乗るから結構怖いです。そうですよね。で次ここで2コーナー。2コーナーは S 字に入るまでのスピードが決まるから、ここの脱出重要。でここ S 字カーブ。そうですね。 S 字カーブは S 字になってるもんで S 字です。名前のまんまだね。そうですね。で、ここがこのね、ここが逆バン。そうですね。バンが逆になってる感じがするの。フラットなんだけどね。はいはいはい。ちょっともうアウトのがちょっと低く見える。よく見えますね。でこっちがダンロップコーナー。もともと昔ここにダンロップ7つがあったから、ダンロップコーナー。でここもね、フェラーリで走ると結構横 G が効いて、そうですね。今でも聞いてるぐらいですね。もうすごい速いから、もうこの辺は恐ろしいぐらい。でここデグナ。デグナ。デグナカーブ、まあこれ1個目2個目ってみんな言うんだけど、はいデグナって昔有名なライダーがおって、こけなくて有名だったのに、はいその人がここでこけたからデグナっていう名前になった。で立体交差したら、はい。で次がここ 110R っていうコーナーを過ぎてヘアピン。結構これ乗ってると近いですね。110からそう100まで。でまあこれはまあヘアピンのね、ヘアピンの形が通ってヘアピン。次今度ここみんなまあまっちゃんコーナーっていうんだけど、これも確かまっちゃんっていう人がここで事故ったか何かでまっちゃんコーナーって呼ぶようになったみたいな。これ僕16歳の時からここみんなまっちゃんって言ってたから。そうなんです。そんな昔から。そうでまっちゃん過ぎたらスプーンカーブ。広いですねここ。ここねヘリコプターね、F1 ドライバーなんかみんなここで降りてそうなんですか。ヘリで来るっていうからね。ここでもここ結構きつい。きついですね。これ全開で来る怖いですねここ。グラストレートのスピードを乗せるの大事なコーナーだから。でこれがグラストレートね。ここが鈴鹿で一番長いストレートになるけど、上り坂なのでスピードは出ない。はいはい。そうなんですね。でここは130ある。ここ結構車壊すポイントみんな。そうなんですか。まあスピードが乗るんでね、一番コーナーでスピード乗るコーナーだから。ここから最終コーナーにそうね、最終コーナーね。向かってくるんですね。でも事故ってるね、ガチャン。本当ですね。あとよくあるのはインマキってね、ここで滑ってこう、そっち側に。タイプね。でピットロここは試験員ね。ここ試験か。そう、一番スピードが落ちるとこね。で、次最終コーナー。試験終わって最終。これで一周ね。今日はもう今これ完熟だから最終コーナー通らずにピット入ってくださいねって。これで一周です。これで一周でエアサスの状態で目標タイムどれぐらいですか。30秒は切りたいな、やっぱり。2分30秒。2分30秒は切りたい。2分30秒切れたらエアサス切れたらエアサス
ってね、本当に上等。上等。多分もう2分30秒切れたら、街中で絶対こう不安感はないと思う。そうですよね。で、うちエアサス売ってるわけじゃないんだよね。はい。じゃあ車高どれぐらいで？指1本ぐらい。全下げじゃないですよ。全全上げでもない。全上げでもない。全上げもうまあまあ上がる。なんで全上げじゃないですか？全上げにするとはい悪いじゃん。かっこ悪いから。悪いもんね。せっかくエアサスついてるもんね。はいそこはちょっと落として。走ってる姿もかっこよく。外から見ね。誰が見とるかわからんし。誰が見てるか。あ、まあそうですね。かっこ高いって言われるの嫌だよね。はいやっぱドレスアップカーだから。かっこよく走る姿もかっこよくってそこそこ走れるのがかっこいいね。じゃあちょっとこれでいきましょうか。ということで全開走行。こう見えても緊張しとるよ。エアサスのフェラーリ初めてってことでね。事故らないようにはい気をつけて行きますいてください。どうでした？面白いよ。想像と全然違った。レーシングサスペンションと比べちゃいかんけど、エアサスっていう観念だと、いや観念じゃなくても相当いいよ。全然サーキット走行もいけちゃう。もう全然いけるね。全くコーナーでなんかこう、うわーもうエアサスでローラーしてなんともならんわっていうような状況にはならないね。ちなみにウイングはどうなってますでしょうか？全然大丈夫だね。自信があったよ。こんなん外れるかどうかわからん状態でこんなん飛んでいったら後ろの人迷惑じゃん。絶対飛ばんっていうのは自信がある。引っ張ってみてもらっていいですか？弱くなってるとか。あ、全然ですね。足見てて。はいはい。深いよね全然問題ないですね。サイドも大丈夫そうですね。うん、全然大丈夫。もう全然これ大丈夫。全然行くともしない。行くともしない。ちょっとフロント側回ってみましょうか。こっちもそうね。大丈夫そうですか？大丈夫そう。バンパン動いてるよ。本当ですね。多分タイヤガス、大きいタイヤガスが当たってへっこんだな。ここネットがへっこんでるんですか？ネットがへっこんだね。これがタイヤ当たった後だね。あれでもエアロ自体はエアロは問題ないね。問題ないそうですね。このタイヤガス取ればいいけど。ネットだけ交換したり直せばいい。そう。エアロは大丈夫だね。大丈夫そうですね。ということで結果どうでした？結果タイム的な問題とかは。いや意外とタイム2分25秒059。すごい。30秒目標タイム超えてんじゃないですか？もう30秒切れてるね。最高速は？最高速が、トップは248.3キロ。これってどこで出てるんですか1コーナー手前、1コーナーの手前のブレーキの手前。どうですかこのタイムを見て？いや本当にやっぱり一周引っかかってるところもあるからね、はい前の車詰まっちゃって、この周がベストラップ狙いだって言って走ったらああ引っかかっちゃったでもこのタイムは予想してたよりも全然いいタイムだから、コースクリアだったらもうちょっとタイム出てる。もうちょっとタイム出てるね。正確にどれぐらいタイム出てるかってまあたらればになっちゃうんだけど、ベストラップの時に、ここのセクター2で2つ、はい、引っかかっちゃってるの、はい、で次の週の時はここ引っかかってないからコンマ8秒早いじゃん。じゃあこっちの方がベストラップじゃないのって言ったらこれセクター3で引っかかっちゃったじゃんね。だからセクター2でもしこれ引っかかってなかったら単純コンマ8だから24秒2みたいな、ああなるほど、たらればですよ。はいはいはい。まあでもねエアサスだからね、ベストアップの車でスパイダーってまた通常の車よりも重たいのね、重量が、屋根オープンになる時のモーターが積んであるので、なるほど、そういう部分ではねすごくいい感じで、ちょっと驚き床すごいねエアサスねじゃあエアサスで問題ない感じですか？いや問題ないね、本当にレーシングサスペンションじゃないからコーナーである程度走れるとよく出るじゃん、もうちょっとでもうちょっとっていう時はちょっとやっぱ踏ん張り期間のところはもちろんこれはもうレーシングサスペンションじゃないから出てくるんだけど、エアサスって考えたらもう本当にすごいことだよね。最近のエアサスは走れるんだよね。ちょっと走る前はドキドキしちゃったということで、今回の企画でしたけどどうでしたか？やっぱり最初僕もねエアサスだからふわふわ感が街中ではねそんなにふわふわ感は感じなくっても、実際サーキットってやっぱりコーナリングも横 G もすごくかかるから、その時にどうしてもエアーっていうことであんまり走れないかなとかそういうイメージってやっぱりどうしてもあったけど、こうやって走ってみたら全然そんなことはないから、街の中でエアサス使って走りはどうかと思った時は間違いなく全然全く問題なし
エアサス検討されている方は走りの面でも安心ですよね。それで上げ下げできて好きな高さで走れて、しかも走りの性能もそんなに劣らないっていう部分で、ぜひ参考にしてみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。